皆さんこんにちは。九州はやぶさフィールドスタッフをしてます西村と申します。今日はセカンドステージ久丸さんにお世話になって限界などのノッコミマダイ70以上がどんどん今から釣れ始めますので、それを狙ってバッチリマダイを仕留めていきたいと思います。よろしくお願いします。今から使っていくのは、今年発売されましたニューカラーのバルキーカーリーのトリプルオレンジゼブラです。オレンジがまず3つ入っていること、それとバルキーという名前の通りに分厚く作られていますので波動が強くて魚を寄せやすいという特徴があります。これを使って大きなマダイを狙っていきます。産卵期のマダイなのでベイト意識よりもどっちかというとこうタイに気づかせる方が大事ということだったので、本当はイワシベイトらしいんですけど、イワシベイトよりも波動をしっかり合わせて気づいてもらえるようにですね釣っていきたいと思ってます。今見に来てましたね。あ、マジですか？今見に来てた。絶対興味持って見に来てるはずなんですよ。それを食わせれるか食わせれないかの話なので、そこでデッドスローに変えるとか早巻きをしてみるとか、ちょっとこう巻きスピードを変えてみたりすると効果的な日もあります。ちょっとデッドスローに変えてみてどういう反応をするか、次はゆっくり巻きます。お、当たった、当たってる、当たってる、離してる、乗ってる、乗りましたね。だいたい30巻き今1本かかりましたぐらいしてますけど、やっぱり中層で食うので根気強く巻きしてください。特にノッコミの時期っていうのはもう上にいるので、いないっていうそこの多い当たりよりもこの中層の当たりをいかに取っていくかっていう。で必ずテンションを抜かないように。特にドテラっていう釣りは波もあるとよくテンション抜けてそこで張り抜けしちゃうので、抜けそうになったら早巻きしたりとか。お、はい、ありがとうございます。もうかかりはバッチリですね。もうかかり最高。もう2つもかかってます。でこの食い方はやっぱり下から食い上げてきてる感じなので、上からやっぱり落としてくる時に追ってきてくれてボトムついて巻き上げずーっと追いかけてきてたような食い方をしてますね。ドテラだとこんだけ糸が出ていくので、この糸の角度にしっかり竿を合わせてあげてリールで釣っていくっていう意識を持っておくとドテラがすごく釣りやすくなるので、竿は基本合わせる時と魚をいなす時だけ。もうドテラの釣りっていうのはしっかりリールを使ってあげるってことが大事だと思います。ここの場所っていうのはおそらく産卵に向けて準備をしているタイがポツポツっている状態なので、多分群れで固まってはないんですよね。それを拾い釣りしてるような状態なんですけど、その中でも興味を持たせるためにバルキーを使うっていう。やっぱり弱波動よりも波動で気づかせて、で視覚的にアピールの強いもので取りたいので、今日天気がいいからですね。天気がいい状態でクリアが入っているオレンジを使ってみる。でそれでも食わなければシルエットが出る黒を使ってみるっていう、その違いを。平場って選択が楽しいので、いろんなパーツを組み合わせてチョイスする。でそれの答え合わせするっていうので釣果が変わってくれば、より平場ゲームっぽくなるんではないでしょうか。水深が80メートル前後ということなので、ドテラで攻めますので、ちょっと重めの120グラムからスタートしたいと思います。で定番色のオレンジを使うんですけれども、ちょっとシルエットを出したいのでオレンジとブラックのゼブラで最初はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。釣りますよ。朝市はですね、ちょっと浅場の、岸に近いところで、釣りをさせてもらったんですけど、そこはもう拾い釣りという形で、今移動してきてきた場所はですね、もう産卵のノッコミのマダイが固まっている場所なので、ちょっと深場に
水深80メートル前後、そこをドテラで攻めていて、横引きしながらですね広いレンジを探っていくんですけど、もう攻め方としては上までしっかり巻きながらですね、もう当たりがあってもなくてもしっかり巻いていきたいと思います。正直 100g で良かったかなって思ってます。ちょっとこう早く落ちすぎてるような感じがあるので、ちょっと100に変えます。下の方にまた固まって出てきますね。浮いて3メーターです。来ましたよ。船長の指示棚通りやっぱボトムに近かったですね。でもこうかけちゃうともうずっと一定に巻いてくればいいので、ちょっとドラグが硬いかな。オレンジブラックゼブラ効きますね。この首を振ってるこの硬い引きがコンコンっていうですね、必ずテンションを抜かないように一定に上げてくれば必ず上がってくるので、おそらくこれは産卵の準備をしている、もう少しあと1週間2週間で産卵をするような個体なんだと思います。お、上がってきました。綺麗なマダイでしたね。お願いします。ありがとうございます。はい、釣れました。今日2枚目、本日2枚目ですね。これはオスかな。ちょっと婚姻色が入っている腹パンのオスですね。で、使ったネクタイはバルキーカーリーのオレンジブラックゼブラです。で、天気がいいので、光量的にはオレンジがベストかなっていうところと、深場になってくるのでブラックのシルエットを出したくて、ちょっと興味を持たれるような色の出方が多分タイの興味を誘ってくれたんだと思います。かかりもバッチリ、2箇所ともかかってますね。バッチリです。限界ならマダイ、まだまだサイズアップしますよ。100g に落としてすぐ釣れたんですけど、やっぱり120にしてるとちょっとこう底を感じすぎるというか、こうトンっていう羽ができちゃうので、やっぱ感覚をすごく鋭く研ぎ澄ますと、ちょっとこう底を感じるかな感じないかなぐらいのところでボトムを感じていくと、すごくこうナチュラルに動いてくれるので、でもうバルキーの水押し波動ともうヘッドのしっかりその重さのマッチングした重さであった場合にはやっぱ食べますよね。食べてもらわないと困りますせっかく三好にいるのでちょっとキャストして船の真下を釣りたいので、ちょっと反対側に投げてみて下に落としてみます。船長もそっちがいいんじゃないかなって言われてました。反対側に投げることで多分バーチカル真下の攻めになると思うので、ちょっと前かがみになって、今真下ね、ちょっと食いそうなのが一群れいますよ。浮いて6メーターぐらい。食いましたよ。食いました食いました。やっぱ船長さすがです。来た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 。もう完全にこれは乗ってますね。よいしょ。しっかり合わせて、よし。狙い通りですよね。あ、これはタイじゃないかもしれないな。最近増えてきてるのがフエダイですね。フエダイとか、あとシルユーって白ダイもうちょこちょこ出てきてるみたいなので、おー、やっぱり増えてきた。フエダイでしたね。美味しいゲストです。もう4回5回リフトすると 150m まで出るようになったので、ちょっとタングステンっていう選択肢もあっていいかなと思います。シルエットっていうのは大きいヘッドの方がアピールは強いはずなので、鉛とタングステンの違いっていうのも一つの選択肢ですよね。杭が渋いので仕掛けを変えてみました。で、そこが取りにくくなってきたので 125g のタングステンにして、で新色バルキーのトリプルオレンジにして、中にですね
ちりめんゴールドのストレートスリムを入れてます。でこのストレートスリムで食わせてバルキーで寄せるっていうのをやってみたいと思います。タングサイズ220まであるし、ウエストプラスは180まで準備があるので、シルエットも考えながらチョイスをしていってもらえればなと思います。今私は 125g のタング線を使ってます。やっぱり来た。離したショートバイト。離しましたね。だいぶ上だったからタイだったんだろうな。このもぞもぞピュッて離れていくのがですね、このセカンドバイトを取りたくて、バルキーじゃないこうネクタイだと張りがかりしちゃうんですけど、絡みも少なければまたしっかり動いてくれるから、もう針に絡まないところが一番私は大好きです。効率がよく釣れますよね。食いましたよ。食ってるけど、これはタイなのか。いや、どうなんだ。さあ、なんで、うわー君は笛台ですかね。はい、食いましたよ。よいしょ。あれいや、タイだ。いっす。ではちょっと魚気が増してきたので、新色のブラックレッドのゼブラと緑を入れてみて、ちょっとやってみます。食いましたよ。いってる。いってきた。ちょっと良さげですよ、これは。あれ、でかい。これはいいサイズですよ。負けてません。おっしゃー。70はあるかな。ただ焦らず、ドラグはそのままでじんわり巻いてきます。この限界などの春の時期あるあるなんですけど、糸にクラゲのようなゴミが絡むことが多くて、これが絡むとノッコミの合図と言われたりするんですけど、ガイドに絡んでしまうと切れるので注意ですね。船長見えました。さあ浮いてきました。よいしょ。ありがとうございます。やりました。マダイ。限界灘らしい口の大きさが素晴らしいです。ちょっとオレンジ系をずっと使ってたんですけど、黒のシルエットを出すということで妖艶な黒と緑のネクタイに変えて、で赤も効いてると思います。ヘッドはタングスを使ったんですけど、落ちも早いのでしっかり食ってくれました。これで70、60ちょっとかなっていうところですね。メスのマダイやりました。今日の当たりからは黒みたいですね。深い分シルエットが出るんでしょうね。でそこにバルキーの水押しと間違いない。触ってますよ。触った。食ったよ。食いました。離してるけど、よっしゃー。気持ちよかったですね。これもそこそこサイズですかね。
ります。はい、ありがとうございます。やりました。本日4枚目になります。ちょっと婚姻色が出始めていいオスのマダイですね。バルキーのおそらくですけどバルキーの水押しと緑と黒の組み合わせもいいのかもしれないです。やりました。お疲れ様でした。今日はセカンドステージ久村さんにお世話になって、玄界灘春ののっこみマダイ、さらにバルキーカーリーの新色3つを使って、楽しい調校になりました。バルキーカーリーは本当に魚を集める力が強いネクタイになってます。こういうセンシティブな状況でも魚が寄ってきてくれるので、魚を集める、そして寄せる、そして食わせるっていうところまでですね、本当に手助けしてくれるいいアイテムになっていますので、ぜひこれから一年中タイは釣れ続けていきますので、バルキーカーリーを使って両型のマダイとぜひいい出会いをしてください。ぜひ使ってみてもらえると嬉しいです。本日はありがとうございました。乗ってる。乗りましたね。だいたい30巻き今1本かかりましたぐらいしてますけど、